アムル・ビン・ディナール伝承。私はイブン・ウマルに尋ねた。ウムラのためにカーバ神殿の周囲を巡礼したが、サファーとマルワのサーイー・タワーフを行っていない者が、妻と成功を持つことができるだろうか。イブン・ウマルは答えた。預言者、サラー・アッター・イーライ・ワサラームがメッカに到着したとき、彼はカーバ神殿の周囲を巡礼し、7周し、アブラハムの停留所の後ろで、その場所でニラクアの礼拝を捧げ、それからサファーとマルワのタワーフ、サーイーを行った。本当にアッターの使徒、サラー・アッター・イーライ・ワサラームこそが、あなた方にとって良い模範である。そこで我々はジャービル・ビン・アブドゥッラーに同じ質問をしたところ、彼もまたこう答えた。サファーとマルワのタワーフを終えるまでは、妻に近づいて、成功してはならない。サヒーフ・アルブハーリー395、396。解説ウムラの儀礼完遂と禁止事項の解除について、タービーン共有の次の世代の人々は、シャリーア、イスラーム法や礼拝の諸規則について疑問が生じると、サハーバ、共有たちに尋ねていました。彼らは、預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれのスンナ、慣行を学ぶことに極めて熱心だったからです。このハディースでは、タービーであるアムル・ブン・ディーナールが、アブドゥッラー・ブン・ウマル、アッターが彼ら親子を喜ばれますように尋ねたエピソードが記されています。その問いとは、ウムラ小巡礼の際、サファーとマルワの丘の間を往復する儀礼、サイーを行う前に、妻と交わってもよいか、というものでした。本来、夫婦間の交わりは、イフラーム、巡礼の性別状態における禁止事項の中で最も厳格なものです。巡礼者はすべての儀礼を終えてイフラームを解除、タハッルールするまで、これを行ってはなりません。1イブン・ウマルによる論証。イブン・ウマルは預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれの行動を挙げて答えました。預言者様はメッカに到着されると、まず聖カーバ神殿を7回周回、タワーフし、次にマカーム・イブラヒームの立脚地の後ろでニラクアの礼拝を捧げ、その後にサファーとマルワの間の祭を行われました。そしてイブン・ウマルは、次のクルアーンの説を引用しました。実にアッターの使徒は、あなた方にとって立派なテホンウスは、ハサナである。33章部族連合章、21節。イブン・ウマルが意図したのは、預言者様は祭を終える前に、質問者が述べたような行為性交渉を一切されなかったということであり、預言者様の手本に従うべきだという教えです。2、儀礼の一体性。ここでの論理的根拠は、預言者様が、ウムラを一連の不可分な儀式として扱われたことにあります。カーバ神殿の集会、タワーフ、マカームでの礼拝、サファーとマルワの間の往復、サイー、これらはすべてウムラを構成する要素、一部であり、その途中で妻と交わることは許されません。3ジャービル・ブン・アブドゥッラーの教え、アムル・ブン・ディーナールは、別の共有ジャービル・ブン・アブドゥッラーにも同じ質問をしました。ジャービルは、次のように答えました。サファーとマルワの往復を終え、すべての儀礼を完遂し、髪を剃るか短く切るまでは、妻に近づいてはならない。その後に初めて、イフラームが解除され、許可された行為を行うことができる。このハディースから得られるポイント。用語の使い方、サファーとマルワの間の往復、サイーのことを、タワーフ、という言葉で表現することの正当性。手順の遵守、儀礼の各ステップを正しく完了し、髪を切るなどの解除手続きを行うまでは、禁止事項が継続すること。共有の厳格さ、サハーバたちが預言者様の行動を細部まで観察し、それを次世代へ正確に伝えていたこと。